ピーババンババンバンバビバビバビバババンババンバンバビバノノババンババンバンバビバビバビバババンババンバビバノノ。はい、あなたの心に水を差す藤子さんでございます。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのように、にゃんこに夕飯の残りのカリカリとシーバーを用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そして、そのままくたばらないようにご注意くださいませ。はい、もちろんです。チャンネル登録とグッドボタンを押して、スパチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今画面に収まっておりますのが、チャトラのまさるくん、白黒のくーたくん、三毛猫のたまちゃん、白茶のゆりさん、画面に収まっておりませんが、グレーのぐーちゃんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのをちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。ね、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいなと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからシーバをプチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにシーバあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。たまちゃんが爪を研いで、ドヤ顔をしておった。かわいいね。はい。たぬこさん、藤子さん、こんばんは。ボンソワ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。ねえ、まーちゃんは抱っこさせてくれんだもんね。ありがとうね。かわいいね。ね、いい子いい子、まーちゃんは本当にいい子だね。賢いしね、庭についてるかな。見えないな。ごめんごめん。取れなかった。まーちゃんよくね、庭についてんだけどね。意外と取れないのね。だからつきっぱなしになっちゃうね。せっかくのイケメンがな、ちょっと残念な感じ。3枚目な感じ。まあそんなところがね、愛嬌があって、可愛らしいわよって感じ。歌はそっち行っちゃったんだな。まーちゃん騒いでたのあれか。今日うち出てない感じかな。よっしーさん、こんばんは。ボンソワ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。では、一日一個猫に関してのお話もしませんので、これから皆さんが最初に出なかったのかな。乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。
で、乾杯の時に、ジャスティースって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。はい。では、いきますよ。せーの。ジャスティース。はい。ゆりたん。ジャスティース。今日も、塩入りのお湯だよ。ああ、でもちょうどいい温度だな。塩加減もいい具合で、ね、美味しい塩入りの白湯でございました。ヨッシーさん、こんばんは。ボンソワ。タヌコさん、ヨッシーさん、こんばんは。ヨッシーさん、タヌコさん、こんばんは。タヌコさん、ジャスティース、ありがとうございます。ね、今日は父親が来たんだよね、昼間ね。なんか朝、LINE が来て、今日昼過ぎ行くけど大丈夫かっつって、まあ今日はお客さんいない日だったから大丈夫だったからよかったよと思ってな。で、来たんだよね。で、まあお茶飲んで、コーヒー飲んでたんで、お湯が足りないので、夕方かな、沸かしたお湯なので、まあそこそこ暑いかなと思ったけど、結構冷めてたかなっていう感じだな。まあ、ちょうど飲みやすくて。よかったよ。そうで、今日はさ、なんかアニマルコミュニケーターの人の動画をね、最近ちょいちょい見てんだけど。で、今日はなんかウサギが恋しちゃった話みたいのがあって、それ見たんだけど、で、その後になんかね、猫がね、じーっと見てるんだけど、なんでっていう動画があったんだよね。まあ、それを見てみたんだけど、まあ、今までも何回かね、猫の会話結構見て、猫あんまりないんで、犬が多くてね、なら猫の会話見たことあったりとかするんだけど、それは見たことないかなってやつだったんで、ちょっと見てみたんだけどね。で、結構まあ猫の会で食べ物がね、やっぱり楽しみで、なんだろうな、肉が好きだとか、なんか食べ物の好みがいろいろなんだろう、チュールかなとかが好きとか、いたりするんだけど、かわいいな。今日の子はなんか、鰹節鰹節がなんか好きみたいなので、あ、じゃああげてみますみたいな動画だったんで、そっか、なんてね、鰹節好きだったりするのかもしれんと思って、だから開けるのもったいないからと思ってね、保存してたけど、まあね、明日死んじゃったらあげられないからもったいないからね、あげられるんだったらあげられるうちにあげとこっかなと思ってさ、今日は鰹節をね、開けて、で、夕飯食べずに残ってたからね、まあ、夕飯というか昼飯というかどっちだかわかんないけどさ、黒缶あげた後ね、減ってきたら、まあ、女子ーズがさ、カリカリのが好きなんだよね。黒缶よりさ。誰もいないじゃないか、ヒーターつけたのにさ、猫寄せにさ、なんでみんなこたつに入っちゃったぞ。プータもいないぞ。みんなこたつに入っちゃったぞ、今日は。どういうことだ？まあ今日も何気に寒かったっていうのかな。午前中さ、晴れてて会いたくた。ね、太陽の光が部屋の中に入ってきてる間は暖かいんだけどさ、もう昼になって太陽が上昇っちゃって、うちに光が入ってこなくなると、まあ途端に寒くなるっていうのかな。さすがにちょっとエアコンないと、ね、ちょっと寒いなっていう感じだったんでさ、普段ほら、一人でいる分には別にこの中にこもってれば十分なんだけど、父親来てる間ね、あっちの部屋にいるのに、エアコンつけてないとちょっと寒かったんで、結局今日はね、エアコンつけてたんだよね。だから、今このにゃんこ寄せ用につけたんだけどさ、みんなこたつに入っちゃったな。てんたまさん、藤子さん、皆様、こんばんは、ボンソワ。本日もしぶとーくやっておりますよ。そうでね、カリカリ食べてないから、ねえ、でにゃんこ、かつお節食べるの好きみたい、なんか好きって言ってる、なんかかつお節あげたりとかしてますとか言ってたから、ああ、じゃあ、あげてみますとか言ってたか
から、じゃあうちもあげてみますと思ってさ、あげてやったんだよね。で、クータは喜んで舐めてたけど、クータなんかね、魚系割と好きっぽい感じだな。で、なんか、肉の方のがみんなどうもね、まあ好きっぽい。で、最近ほら、鶏肉さ、買ってきて、で、それ茹でたやつさ、猫用にあんま食べないから、ちょんちょんってね、1個ずつとかさ、まあ、2個ずつ、ちっちゃい2個ずつとか置いとくんだけど、やっぱりね、なくなってないんだよね。で、やっぱ食べないのかと思うんだけど、まあ、朝までにはなくなってるんで、あ、食べるんじゃん、みたいなね、感じ。なんかすごい食いつくわけではないんだけど、まあまあ食べるかなっていう感じで。ね、で、鰹節喜ぶかなと思ったら、食うただけ。食うただけか、みたいなね、感じだね。結局、シーバがいいんだな、にゃんこはな。そうね、で、まあ、父親が来るっていうけど、どういう状態になってるかなと。どういう状態になってるかなと思ったけど、まあ、やっぱり力がなさそうな感じだったかな。まあ、食べ物が喉を取らないで、食べ物もね、あんまり食べてないから、まあ、力が出ないんだろうけどさ、なんか力がなさそうっていうか、荷物をなんか重たそうに持ってきたっていう感じだったな。まあ、その、なんだろう、お香典じゃなかったっけ、なんだっけ、なんか、とお返しするやつあるじゃんか。だから本当はそういうのは全然やりたくなかったらしいんだけど、で、近所の人で、おせっかいな人がいて、まあ、その人に、知られちゃったもんだから、なんか、近所の人にわーって言われて、なんかいっぱい、なんだろう、お見舞いっていうのかな。なんかそういうのもらっちゃったんで、もうお返しするしかないっていうので、なんかお返しして回ったらしいんだよね。で、それを一つうちにっていうので、ね、持ってきてくれたんだよね。だからクッキーの箱なんだけど、それをなんだか重たそうな感じで、力ない感じでね、持ってきてたなっていう感じだったな。ーっと、タさん、こんばんは。カニタンさん、ジャスティス、こんばんは、なのだ。こんばんは、なのだ。ボンソワなのだ。はい。で、あと何があったっけな、今日は。天玉のお父さん栄養取れているのでしょうか。ああ、ね、だから多分取れてないと思うんだけども、ただ、ばあちゃんのところに、なんだろうな、宅食っていうの、ワタミの宅食をなんか頼んでたんだよね。で、まあそんな感じのシステムをなんか使ったりとかしてたのかな。で、そういうのがあるから、まあそれを一応ちょっと全部は食べれないけど、まあ3分の1程度とか食べて、であとはまあバナナとかヨーグルトとか、なんかすぐ食べれるものをなんか食べてるんだっつったね。で、その亡くなる前の日に、なんか次の日の食事、なんか買い物が、もうその亡くなった方ね、女性の方は力があんまりね、なかったんで、で、買い物は父親の仕事になってたらしいんだね。で、あれとこれ買ってきてねっていうふうになんか言われて、ヨーグルトとバナナとみたいに、あと鮭とかってなんか言われてたらしいんだよね。で、ね、買いに行く予定でいたんだけれども、なくなっちゃったからっていうのが、宿題みたいな感じになってて、で、今日帰りにそれ買って帰るわ、つって。あ、買ってきてって言われたやつね、つって。で、なんか言ったね。で、やっぱりね、今いる家が、そのね、パートナーの方のお家だったみたいなんだよ。行ったらさ、なんか結構新しめの家に感じたから、なんかどういうことなんだろうな、なんてふうに思ったんだけど、まあ多分、けど、まあ20年程度なのかな、その家に住んでから。で、下の土地が、お姉さんの、
ものなのかな。で、上物は、なんかその自分、パートナーの人が、建てた家で、で、まあ、体弱かったからね、温度差とかが、一定になるように、だからどこにいても、いつでも快適な、なんかすごく過ごしやすい家だったらしいんだよ。いいなぁ、みたいな感じで。で、それに、だから、先に建てたのかな。で、そこに同棲するような形で入ったのかなっていうので、表札が2つある感じだったんだよね。なんか結構新しめの家に感じるなと思ったんだけど、そんな感じだったのかもしれんみたいなね。で、そこ、なんか売りに出すから、でね、車、買ってもらったばっかりの車が、まあ、駐車場が、なんか、ここに戻ってくるつもりみたいなんだ、父親はな。で、ここの、駐車場もさ、もったいないから使ってないからっていうので、ね、売るっていうか、あのなんだ、契約ね、しなくなっちゃったけど、また戻ってね、行きたいけど、空きあるかな、みたいな感じだったんだよね。で、だから、なんだ、家が、まあ、売りに出して、で、売れるまでに多分1年ぐらいはかかると思うから、まあ、その間はいてくださいみたいな感じで。で、まあ、もちろんね、出てけって言われれば出ていくし、いてくれって言うなら全然いるし、みたいな状態らしいんだよね。で、なんかね、やっぱり家で亡くなると、えっ、とね、えっ、と、検査じゃなくて、なんて言うんだっけ、調査っていうのかなに来るんだって、警察かなが。で、その時に、なんか、この家は随分財産があるんですねって言われたらしいんだよね。で、そうなんだと思ってさ。だからなんか父親は養われてたみたいな、なんかそんな感じっぽいんだよね。そうかと思って、やっぱり庶民とね、もともとの資産家とは、やっぱり価値観っていうのかな、が違うんだなっていうのが、まあ、やっぱりあるみたいでさ。でね、なんか、もともとその資産家の両親が、まあ、女の子4人だったから、子供がね。で、家を継がせるために、長女に、婿をもらったんだってね。ところが、この婿が大問題でっていうので、なんか家の財産をまあね、ガンガン使っちまうんだってさ。で、これじゃまずいっていうので、いろいろとやっぱり、なんか弁護士さんだとか、なんかさ、そういう人たちがいるわけじゃない。だから、あれはダメだっていうので、なんだっけ、縁切りしたらしいんだよね。で、まあ、一応、娘3人みたいな家で、両親はもう亡くなってんのかな。だからその財産を、本当だったらその長女の、婿に、ね、行くはずだったんだけど、これはダメだっていうので縁切りして、で、残ってるのを、その父親のパートナーが、まあ、体弱かったんで、まあ、これだとちょっと結婚もできないし、ね、病院代とかもかかるだろうし、仕事もできないだろうからっていうので、受け継いだらしいんだよね。で、それの受け継いだ人が亡くなっちゃったもんだからで、やっぱりね、遺言とかをね、残してたんだって。もう遺言かと思ってさ、まあ、そんだけ資産持ってる家だったらすごいよね、と思って。で、まあ、その一番上のお姉さんも縁切っちゃってるんで、まあ、本当は別に人が悪いわけではないんで、お姉さんが悪いわけではないんで、別に4分割でよかったんだけども、ただそのお姉さんに渡してしまうと、その旦那が全部持っていっちゃうからね、そういうわけにはいかなくて、みたいな状態らしいんだよね。だから残ってる上の2人のお姉さんで、
資産を、分けるみたいなことになってるらしいんだよね。ただ、うちの父親のことはその遺言には書いてなかったんだけれども、ただね、自分の命をね、救ってくれた命の恩人だから、あの人が悪くなるようなことには絶対にしないでっていうふうになんか言われてたんだって、なんかお姉さんから聞いたらしいんだよね。まあ、その話をした時にやっぱりちょっと泣いちゃってみたいな、ところがあったかね。そんなんで、そっか、あの家ね、売っちゃうんか、みたいなね、そんな快適な家売っちゃうんだね、もったいないね、みたいなね。そんな感じだったな。で、またいとこの話ね、パートナーの人が亡くなるちょっと前に、うちのいとこね、お父さんの、妹さんね、私のおばさんね、のところがさ、まあ、ぶっ飛んでる家なんだけど、ぶっ飛んでる家なんだけど、またしてもさ、っていう感じだったのが、なんかね、長女がフードファイターじゃん。長女フードファイター。で、次の子が、まあ、なんだっけ、脳梗塞かなんかで、ね、なんだ、施設に入ってる感じ。で、その下が、私は会ったことがないんだけど、カリスマ美容師じゃん。で、その下がね、その脳梗塞のお兄ちゃんの世話をしてたんだけど、まあね、結婚して、なんか九州の人と結婚したんで、なんか九州に今行っちゃってるらしいんだけど、なんかね、歌が超絶うまいんだって。歌が超絶うまいんで、なんかどこの大会に行っても優勝して帰ってくるっていうので、まあトロフィーがね、いっぱい家の中にあるって、いや、そうなんだ、全然知らなかったみたいなね、感じで、なんであの家はそんなにぶっなんでいちいちぶっ飛んでんのかなみたいな。で、そのね、お母さん、私のおばさんにあたる人、なんか私が知ってるそのおばさんは全然普通のっていうのかな、ね、主婦のね、記憶のまんまなんだけど、で、その後ね、父親と喧嘩してね、なんかね、疎遠っていうか、もう行方が知れない時が、なんかしばらくあったんだよね。で、割と最近なんかまたそうやってね、仲直りして、なんか会ったりとかするようになって、で、その家の情報が入ってくるようになって、で、ぶっ飛んだ家だなって思って驚いてたんだけど、だからそのね、なんか連絡取ってない間にどうなって、どうしてそうなったのかがわからないけど、そのお母さん自体も、x ジャパンだったっけの、衣装のデザイナーなんだよね。もう何それみたいな感じね。どうしてそうなったんだろうっていうのが全然さっぱりわかんなくてさ、どうしてそうなれんのかなっていうのがなんかもう嫌っていうね、感じだった。ねえ、とうとうさん戻ってこられるね。どうなるんだろう、私。まあ、7月5日までね、生きてるのかどうなのかってとこがあるからさ、私もな。てんたまさん、思い出がなくなっていきますね。そうそう、そうなのね。だから結婚してなかったからさ、まあ今まだ、なんかお骨が一応家にあるのかな。で、なんかいつだかにそのお骨も、その元の家の方に引き取られていくみたいな感じで、で、今はまだね、家にあるから、で、まあ、お線香はないんだね。何にも、本当何にもしないっていう、なんか主義の家らしいんだよ。ただ、まあ、自分の気が済まないからっていうので、お水と、あとコーヒーと、お供えして、なんかね、朝お話ししてるよ、みたいな感じだったね。そうだから結婚してないんでさ、なんだろう、もうね、全部、もう、なんだろう、あっちの家に持ってかれちゃうみたいな、
なんかそんな感じが悲しいよねって思ったね。タヌコさん、歌うま、そうそうそう。歌うまいんだって。で、なんかその勤めてる会社でも、なんだ社長さんかなんかにめちゃくちゃ気に入られて、だから接待とかでね、歌わせると、まあ盛り上がるんでさ、もうね、いいように重宝がられて、なんか可愛がられてるらしいって話だったよ。いいよな、なんか芸があるのな。歌なんかもうほんとね、どこでも使えるからいいよね。で、本人はね、なんかボイトレ受けたりとか、何にもしたことないんだけど、まあ、ただ天然で歌がうまいらしい。いいよなっていう感じだよね。田中さん、x ジャパン、そうそう、なんか、紅白の、なんか衣装ね、この前の、紅白の衣装を担当したよ、みたいな話だったらしいからさ、なんか紅白出てる人を x ジャパン知らないけど、って見てないからさ、ね、なんでどうしたらそういう道に行けるのかなっていうのが、全然謎なんだよね。本当にだって子供を抱えたパート主婦っていうのかな。そんな感じだったのにさ、どうやったらそこにたどり着いたのかが、まあわかんないなっていうのがさ、謎だなって思ったんだよね。で、あとは、なんだっけ、何があったかな。まあ結構だからそんな感じかな。そんな話をしてて。っていう感じだったかね。あと何だったかな。なんだっけ、アニマルトークだったっけ。かわいいな。くたまたきついてるな。でね、うさぎのなんか忘れられない話っていうので、なんかうさぎの話があったみたいで、でね、なんか依頼が、うさぎがご飯をね、食べないんだけど、なんか、なんで食べないのか聞いてもらえますみたいなね、依頼だったみたいなんだよ。ただまあ、そのうちは、なんか犬を飼ってて、なんかいろいろと他にも動物を飼ってて、ただまあ、主な依頼が、そのうさぎがご飯食べないんだけど、なんでかなっていう話だったんだよね。ただ、そのね、アニマルコミュニケーターの人がうさぎにね、気に入ったんだけど、なんかね、無視されたんだって。無視されてると思って。で、もう確実にここにいるんだけど、無視されてんなって思って、じゃあまあいいやと思って、ただ、ね、メインの依頼だから、まあ聞かないとあれなんだけど、無視されてちゃしょうがないからと思って、しょうがないんで、他のね、飼ってる子たちの話を聞いたらしいんだよね。犬飼ってるから、犬のことはどう思ってるのっていうふうに、なんか他の質問をね、したら急にテンションが変わって、なんかめちゃくちゃ喋り出してっていう感じだったらしいんだよね。めっちゃ喋り出して、で、なんかね、うさぎが、そのね、一緒に住んでる犬の、なんかね、片思いっていうのかな。もう恋煩いなんか好きで好きで、もうどうしようもなくって、で、食べ物が喉を通らないと。なんかそんな状態でご飯を食べなかったらしいんだね。でね、犬の方にも、うさぎのことはどう思うっていうふうに聞いたら、まあね、可愛いよと。なんか妹みたいな感じだよって。だから恋愛感情ではないんだけれども、まあね、妹みたいな感じで可愛いよと。ただ、うさぎの方はもうね、恋煩いで。ご飯が喉を通らない。そんなことってあるんだっていうのが、なんか衝撃だったらしいんだよね。なんかそれが忘れられない話っつって、ああ、そうなんだね、なんて思ってね。ね、いろいろうちの子たちもそれぞれあるんだろうからね、なんか聞いてみたい気もするけど、5匹いるしね、みたいな。
感じだな。ね。あとは何の話かな。あとは何の話します？ 3 月9日、日曜日。今日は、八百屋に行って、チンゲン菜が、まあ、安いっていうか、ね、100円ぐらいで買えたんで、チンゲン菜にしようかなと思って、チンゲン菜を買ってきたよ。そうで、ね、父親が帰った後さ、なんか、前バスにさ、なんか面白いものあるかなと思って、なんか買いたいものあるかなと思ってさ、見に行ったんだよね。そしたらやっぱり日曜日だと人が多いっていうのかな。なんか変な時間っていうの夕方、手前ぐらいな感じなんだけど、なんかね、男の人が多いっていうのかな。結構お客さんがね、ちらほらいつもよりはいたなっていう感じだったんだけど、なんかね、レジでおばちゃんが、2人で、なんか、店員さんいじめててちょっとどうしようみたいな感じだったね。いや、なんか明らかにいじめられてないみたいな。なんか入った時に最初男性の店員さんが、なんかね、女性のお客さん、おばさんに、なんかね、怒鳴られてるっていうか、なんかそんな感じだったんだよ。お会計で、なんか金額間違ってるみたいな感じで、なんかこれでこうしたでしょで、全部でとかってお客さんに質問されて、で、最初これだったので、みたいな。いや、違うわよ、みたいな。もう一回やり直した方がいいわよ、みたいな感じで。なんかいじめられてたんだよね。どうしたんだろうな、なんて。それがまあ気にはなってたんだけど、まあ自分はセルフレジなんでね、まあね、なんか男性店員さんがなんかちょっとかわいそうな感じするなと思って。大概だからね、お客さんの勘違いなことがね、多いんだよね、そういうケースってさ。まあ自分がそういうレジ打ち、ね、ファミレスのレジ打ち、ね、とかやってた経験からいくと、なんかそういうパターンって結構ね、お客さんの方の勘違いが多いんだけど、ただ大概そういうお客さんって自分が勘違いだとは、まあ大概っていうかな、そういうことが起きてるということは、お客さんが自分が間違ってるとは絶対思わないんでさ、絶対店員が悪いと思って決めてかかっていくからさ、もう拉致が開かないんだよね。気の毒だなと思って。で、私は大概そういうことがあると、ほら、当事者だとさ、お客さん納得しないから、別の人が出てきてくれれば、それでね、満足するっていうところがあるんで、だからそういう時は大概私はもうすぐ店長呼んで、すぐ店長呼んで、もうすぐ変わってもらうんだけどね。だから上のものが出てくれば、お客さん満足するっていうところがあるんで、まあ人変わってもらうってことをよくやったんだけどさ、まあ誰もいない感じなんだよね、今ね。ほら、人をワンオペでやってたりとかするじゃんか。で、まあ、日曜の昼間だからね、あともう一人女性の店員さんがいたみたいなんだけど、そっちはそっちで、なんかセルフレジで、困ってるおばちゃんに捕まってたんだよ。あれ、こっちもか、みたいなね。だから私がそのセルフレジがさ、2台あるから、まあもう1台ね、空いてる方で、まあお会計しようと思ったんだけども、その時にだからセルフレジで捕まってる女性の店員さんが、なんか、申し訳ございません。いや、別にみたいな感じだけど、私謝られなくても別にいいですから、みたいな感じでね、申し訳ございませんとかなんか言われちゃってさ、いや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 、みたいな感じだったんだけど。で、なんかね、隣の、その、セルフレジの人は、なんかとりあえずなんか納得したみたいな、なんか別に喧嘩っていうわけではないんだけど、そのレジに慣れてないのかなみたいな。
で、それの、お手伝いをしてるのかなっていう感じだったんだよね。で、これをやって、で、これをやってっていうので、なんか分かったっぽかったんで、その店員さんは離れて、で、普通の友人レジの方に戻っていったんだけど、またお支払いになっちゃったわよとか言って、何が起きたみたいな感じでね、なんかてんやわんやになってたんで、もうなんかね、早いところほぐれてくれるといいなと思ってね、神様ね、助けてあげてください、お願いします。つって私、出てきたけど、何事もなくね、私は普通にお会計できて、あ、よかったよ、みたいなね、感じだったよね。あれ、どうやって切り抜けたのかな、あの男性の店員さんね。なんかもう、気の毒だなと思って、私だったら泣いちゃうなっていう感じのね、お客さんだったんで、なんか気の弱そうな、なんか優しそうな、ね、男性の店員さんだったんで、なんかもう大丈夫かなって、かわいそうにな、そんな言い方しなくてもさ、みたいなね。なんかそんな気分になってしまったな。ただこさん。ナンシー関さんの消しゴムハンガーが廊下ってニュース見た。何それ何それただこさん、わー大変そう、うわー大変っていう感じだったんだよ。みたいなね。タルコさん、気の毒だ。そうそうそう。だから日曜日のさ、その夕方あたり、ね、ファミレスで働いてる時にさ、なんかよくあった光景だよなと思って、日曜のこの時間のどんよりした感じ。ああ、今でも健在なんだなとかって思って、いやー、気の毒だなみたいなね、感じだったよ。ナンシー関さんの気になるな、それ。ナンシー関さんの、消しゴムハンガー。消しゴムハンガー。ハンガー。消しゴムハンガー。なんか面白いハンガーなんだね。青森県出身の日本の版画家。5147ってすっげえな。確かにね、消しゴムってさ、彫りやすくてね、いいんだよね。で、その、インクもさ、ね、つけやすいし。ね、私も消しゴムはんこ、まあよく作ったような子供の頃っていうのかな。彫刻刀をさ、与えられてからしばらくよく消しゴムでなんか作ってたよな。スタンプをな。廊下ナンシー関さんの消しゴム版がピンチ、愛ある毒、これかな ?2 日前の事件じゃないや、記事だからな。と、タヌコさん、優しそうな人、弱そうに見える人って標的な、あ、そっか。それで、あれが、なんか、いいや、みたいな感じでいじめられたんだね。てんたまさん、はっタヌコさん、へっヨッシーさん、ほっタヌコさん、ナンシー関さん、面白いんですよね。ああ、そうなんだね。なんか、彫ってるものが面白いもんね、これね。あ、39歳で亡くなったの。そりゃ若いね。懐かしい。ね、なんか聞いたことある気がしたけど、全然知らなかったね、これ。今よりずっと元気だったテレビをバッサバサに切る、コラム、胸のすく思いをした人は多かった。消しゴムはんこが今、風前の灯火。えーっと、なんだ有料記事だ。ここからは有料でした。なんてこった。
終了、秋田初上陸、ナンシー関の消しゴム版画展。21年、39歳で亡くなってから21年経ったんだと、60歳ぐらいってことか生きてたら。3D スキャン費用。死因作り方。ナンシー関キムタクとか出てるよ。どういうことなんだろうかって。廊下って入れればいいか。廊下。どうだ。自然老化でそういうことね。消しゴムが老化してね。そうそうそう。ね、劣化には弱いよね。ゴムっていうの、ビニール系はね。消しゴムはんこ5000点、自然老化で、機器。続きを読む。それで 3D、スキャンで元に戻そうっていうか、そういう感じになってるのか。オタクも就活、集めたお宝どうなる？っていうことかな。ギャラリーでの展示は11日まで。入場者が好きな金額を出す。投げ銭方式。へえ、そうなんだ。消しゴムはんこの保存などに活用される。湯布院かな、に展示されてるのかわかんねえな。はい。ということでした。ペテロさん、ナンシー関の LINE スタンプとかあれば、再び人気出るかも。そうだよね。なんか、ハンコの作品、画像検索すればいいのか。あれ、戻れない。画像、タカです。結構でっかい人だったのか？ケンシロウ人生。ライオンは悪くないんですね。ムツゴロウさんか、これ。タモリ。おすぎとピコだね。そっか。似顔絵がうまい感じなんだな。消しゴムはんこ作者死亡。女性なんだね。このでっかい人。俺と芸術。LINE スタンプで、LINE スタンプでどこ書いてあるな。青森出身、消しゴム版画作家、コラムニスト。LINE スタンプで、金儲けって書いてあるけど、なんだろうな。はい。いたかな？田中さん、確かに人気出そうね。なんか LINE スタンプっぽい感じだもんね、この作品自体が。ね。そんだけ前に亡くなっていくからな。最近の、芸能人が、その作品がないみたいな感じか。でも、マツコあるね。マツコあるんだ。じゃあ、マツコって20年よりもっと前からいたってことなんだね。マツコばっかり出てきちゃった。マツコクリックしたからか、これ。
いうね、だから、なんだろう、若い頃だもんね、この作品の人たちがさ、今もう年取っちゃってみたいな感じだけど。あ、そうそう。でね、その、父親が、ね、相方が亡くなる前に、なんだっけ、さこ、さこ、なんだっけ、サービス付き、高級、マンションサコマだっけっていうのに、なんか入ろうとしてたんだよね。らしいんだ。なんかそういう話をしてたらしいんだ。で、まあ、相方の人はまだ70超えて、75ではないんだけど、なんかそこに入るには、なんか75ぐらいから入ると、なんかね、お得らしいんだよね。で、80になっちゃうと、なんか入ってすぐに亡くなっちゃう方が、まあ多いんだって。そうすると全然元が取れないから、まあ入るんだったら、なんか75ぐらいから入ると、なんか一番お得らしいんで、で、まあ自分はね、父親はね、まだ75になったばっかりで、その老人ホームみたいな、なんかあんまり考えたくないんだけど、みたいな感じだったんだけど、なんかそんな話をして、で、まあ二人でね、入って、でね、いいんじゃないのみたいな話をしてたら、なんかそうだね、それもいいかねみたいな気になって、で、なんか去年、なんか半年ぐらい前ぐらいから、なんかその物件を見に行ったりとかして、で、この前、三茶だったかなかどっかの、その、さこ、なんだ、さこまでいいのかなわかんないけど、サービス付き、高級マンション、さこ住あ、そうか。サービス付き高級、住宅なんだっけ。左高住そう、左高住って言ってたね。左高住つって。で、なんかね、パンフレットを、もらってきたりとかして、で、最初は乗り気じゃなかったんであれだけど、じゃあちょっとね、探してみようか、みたいに前向きになったら、なんかちょっと喜んだ感じだったらしいんだよね。で、ね、次の住処をなんか探し始めたら、なんかこんなことになっちゃって、みたいな感じだったかな。なんかいろいろあるんだって。だから、なんか、でも六本木とかね、そういう都会はあんまり好きじゃなくて、やっぱり自然がそこそこあって、で、排気ガスとかあんまりなくて空気は綺麗でね。だけど、あんまり不便じゃないとこね、なんかすぐに病院に行けるような、まあ、交通の便は悪くないんだけど、まあ、空気がきれいで自然があるところがいいなっていうので、なんか探してた矢先だったらしいんだよね。もうそうかと。メッセージが撤回されました。そうさ、工事だったら全然そんなの知らなくて。で、加山雄三であったっけがなんか入ってるらしいんだよね。なんかそれを聞いて、じゃあいいかみたいなことになったんだっけな。なんかそんな言ってて。で、今日たまたまね、なんかショート動画で、実はもう、老人ホームだったっけに入ってる芸能人みたいなのがあったんだよね。で、やっぱり加山雄三の、なんかサムネっていうのかなが、あったんで、いやー、そうなんだ、みたいな感じで、それをちょっとクリックしてみたばかりだったんだよね。それでそんな話だったからさ、あー、と思ってね。あとなんだっけ、加山雄三と、あんまりほら、芸能人も知らないね。加山雄三ぐらいはわかるんだけど、みたいな感じかな。なんかもうさ、なんか死んじゃってる人と、
そうやって施設に入ってる人となんかごっちゃになっちゃってんで、記憶がさ、あれ誰だったっけなみたいな感じだったけどね。チャムリーさん。サービス付き高齢者向け住宅を、高齢者向けなのか。なんか父親が言ってたのは、サービス付き高級、マンションって言ってたんだよね。で、なんか略してさ、高住とは言ってたんだよ。で、私は初めて聞いたんでさ、あ、そうなんだってふうに思ったんでさ、あんまり分かんなかったんだけど、サービス付き高齢者なのね。高齢者向け住宅なんだほどな。あ、高級マンションなのか。と思って、さすがまあ金持ってっからねって思って納得してたんだけど、そういうことね。そうだからさ、なんか加山雄三が、なんだっけ、老人ホームに入ってるっていう話だったけど、高級住宅とちょっと違うよねっていうふうに思ったんだけど、そういうことね。で、そう、だから老人ホームだったら嫌だなと思ってたみたいなんだけど、そのサービス付き、高齢者向け住宅の場合は、その、なんだ、監禁されるわけじゃないっていうのかな。その老人ホームだと出入りがね、自由じゃないらしいんだよね。で、その住宅なんで、で、まあね、サービスはついてる。だから食事とかは用意してくれて、だからまあ自分で今日はね、作るわみたいな時は、ね、自分でも作れるみたいな自由さがあって、で、まあ、そのキッチンとか、風呂とか、風呂はついてるのかな。なんかキッチンがついてるバージョンと、ついてないバージョンとあったりとかして、ただね、今日は自分で作ろうかしらみたいな時に、できるから、そういうキッチン付きのところで、なんか入りませんかみたいな感じでいたらしいんだよね。で、それから、まあ、衰えてきて、ね、自分で何もできなくなると、そういうところはちゃんと、老人ホームと、連携してるんで、まあ、そっちにね、転居っていうのかな、できるようになってると。で、まあ、そこまでいかない元気な人は、そういうね、サービス付き高齢者向け住宅に、行くのが、ね、自由だから、いいんじゃないっていうね、話だったね。そっか、そういうのがあるんだね、と。今日は一つ学びましたけど、左高住な、サービス付き高齢者向け住宅。高級マンションつってたけどな。テタはさ、いいな、ね。金持ってるとさ、世界が広くてな、選択肢が多くていいよね。というわけで、本日も竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお聞きさせていただきまして、この言葉をみんなで一緒に3回言いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。酔っ払ってきた。はい、では、いきますよ。せーの。よかった。よかった。さん、今日はナンシー関と左高住、そうだね。私が今日学んだのはナンシー関と左高住。よかったね。で、どうぞ、サービス付きの住宅住みたいね。そういうのがあるんだっての知れてよかったよな。よしさん、よかったさな。よかった。なんだっけ。ガボンじゃなくて、ザボンじゃなくて、ガンスだ。よかった、ガンス。はい。ではでは、次回も見てくれるかな？はーい。いいとも。じゃんけんぽい。
はい。ではでは、夢見てね。おやすみなさい。バイなら。